こんにちは、シャチパンです。今回は今勢いに乗っているミニ LED テレビについてです。最近のミニ LED テレビの進化は目覚ましく、ここ数年で明るさ表現も 2,3 倍になるなど、今まで画質重視の方は有機 EL テレビを選ぶ方が多かった印象ですが、最近ではミニ LED が選ばれることも珍しくなくなりました。さて、そんなミニ LED テレビですが、メーカーによって力の入れ具合もまちまちです。今回はそのあたりにも触れながら、2025年のテレビはどこが進化したのか、特徴や評判を解説していこうと思います。それではやっていきましょう。はじめにミニ LED テレビに搭載されている量子ドットシートの質について簡単に触れておきます。これは昨年こちらの動画で紹介し、95万回近く再生された反響の大きい内容でしたが、一言で言うと量子ドットといってもピンキリだということです。これはシャチパンが実際に測定した量子ドットシート搭載モデル2台と非搭載モデル2台のバックライトスペクトルデータとその色表現スコアです。左から良質な量子ドットシートを用いたモデル、低性能な量子ドットシートを用いたモデル、従来液晶の上位モデル、そして下位モデルです。こうして見ると数字で明らかですが、低性能な量子ドットシートのモデルと従来液晶の上位モデルの色表現はほぼ同性能です。それどころか量子ドットの性能次第で色表現が 20% 近く変わります。こんな風に量子ドットシートはメーカーのコストのかけ具合で性能は大きく変化するわけです。量子ドットを採用しているから、とにかく色が従来よりも鮮やかと宣伝しているブログ記事や YouTube レビュー動画は相変わらず多いですが、画質は測定器を用いたレビューでないと全く当てにならないというのが現状です。と、ここまでが昨年の内容でしたが、今年は各メーカーのホームページで量子ドットと書いてあるテレビすべてを調査してきました。その結果、低性能シートを用いているテレビはハイセンスの U8R 以下のモデル、それから TCL の Q6C で、レグザやシャープは使っていないということが分かりました。これらのモデルの色表現は従来の上位液晶と変わらないでしょう。さらに言えば、ハイセンスの日本向けモデルは海外モデルと比較してグレードダウンしてくることが多く、実際海外向けの U8R は良質な方の量子ドットシートが採用されていることがデータで分かっています。ただ、公平を期して言うのであれば、その分価格は安めに設定されています。従来上位液晶並みで十分という方には安くておすすめですが、量子ドットが本来持つ色表現に期待されている方は注意が必要です。なお、ミニ LED は来年あたりさらなる進化をすることが分かっています。これは TVS レグザが先日発表した RGB LED を用いた116型のテレビです。従来のミニ LED テレビはバックライトに青色 LED を用い、量子ドットシートで波長変換した赤、緑を用いて映像を映し出していました。 RGB LED は赤、緑、青に発光する超小型 LED をパッケージ化することで、量子ドットを介さず RGB を作れるようになりました。これにより量子ドットの強みであった公式域をさらに超えてくることが予想されます。価格はおそらくすごくなるので、現最上位モデルのさらに上に据え置くモデルとなる予感ですが、来年インチサイズが小型化されて出てくれば面白くなりそうですね。それでは早速、大手5社、ソニー、パナソニック、TVS レグザ、シャープ、ハイセンスの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でミニ LED テレビを買うとしたらどのメーカーにしますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが頭一つ抜きんでて人気が高く、次いで TVS レグザ、そしてパナソニック、ハイセンスが同票でした。ソニーの映像は海外でも定評があり、人気の高さがうかがえます。4年前の投票では TVS レグザ、ハイセンスはこの位置でしたが、
だいぶ躍進しました。さて話を戻して上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずはパネル性能。65型のパネル性能であるエリア分割数と明るさを分かる範囲で記しています。画質といえばパネルが最も重要であると言っても過言ではありません。そのためメーカー非公開のこの情報を重視する方は多くいます。少しミニ LED パネルについて触れておくと、その名の通り小さい LED のことで、従来 LED のおよそ100分の1の大きさ、従来構成よりも高密度に配置できます。そのため映像の明るいエリアと暗いエリアを細かく分けて光らせることができるので、黒の表現力が上がります。逆にこのエリアが大きいと映像の周囲に少し光が漏れ、黒が浮いてしまうハローという現象が見えてしまい、黒の表現力が損なわれます。そのためこのエリア分割数というのはミニ LED テレビ画質を語る上で明暗表現に直結する外せない要素なわけです。明るさはテレビ全体の明るさもそうですが、明るい部分の表現に直結します。明るさが不足しているテレビですと、映像の迫力がいまいちだったり、白い物体が灰色に見えたり、明るい部分の階調が潰れ白飛びしやすくなったりします。個人的には明るければ何でもいいというわけでもないのですが、明るさは七難隠すので、量販店に並んでいるテレビでは明るさが盛られた鮮やかモードで展示されることが多いです。さて各社のスペックとしては、ソニーは今年新モデル発表がなかったので昨年のモデル、その他のメーカーは今年発売されたモデルとなります。エリア分割数はパナソニックとレグザがそれぞれ昨年モデル比 2.5 倍、1.4 倍と増やしてきましたが、パナソニックは元々のモデルが大したことがなかったこともあり、他社に迫れるレベルかは怪しい一方、レグザは順当に進化しシャープに迫る勢いです。ただバックライトの制御技術はソニーが世界的に見ても高く、動きの速いものの描写では分割数が劣っていたとしても、ハローの見え方は優れているという意見が多いです。ピーク輝度はレグザとシャープがそれぞれ昨年モデル比 1.2 倍、1.5 倍となっており、おそらくこのくらいの値ではないかと思われます。昨年はソニーの独り勝ちに見えましたが、今年は拮抗しているでしょうか。逆にパナソニックには輝度向上情報はなく、ピーク輝度1600ニト強と変わらずなので、他社と比較して差が開いています。パナソニックは各社の中で唯一量子ドットシートも使っていないので、モデルグレード的には他社の中位モデルあたりに相当する印象です。ハイセンスは海外ではエリア分割3000、ピーク輝度3500ニトの本気テレビを発売していますが、先ほど例を挙げたように同モデルでも日本向けのモデルはグレードダウンしてくる傾向。その分価格は抑えめになっています。とはいえレグザに迫る性能に調整してきているでしょう。このように一言にミニ LED 搭載といっても中身は結構違います。エリア分割と制御技術、これらが合わさって初めてミニ LED である意味が出てきます。逆にエリア分割が少ない場合、ミニ LED である必要性は薄く、ただ単に明るいテレビとなります。続いてインチサイズ、85インチまでのラインナップをご紹介します。カッコのついているサイズは上位モデルにはラインナップがなく、中位、下位モデルのみの展開です。今年からレグザとハイセンスが上位モデルではないにしろ、50インチ以下のサイズラインナップを拡充してきました。各社を比較してみると、上位モデルのラインナップの多いシャープと小型ラインナップも揃えてきたレグザが優れているでしょうか。一方、昨年65インチだけの展開だったパナソニックは今年増やしてきましたが、他社と比較すると見劣りします。次に特徴です。ソニーの特徴はコントラストと X ワイドアングルです。バックライトのエリア制御に加え、明部と暗部で流す電流を制御することで
より明暗をくっきりさせます。液晶テレビで高コントラストを求める場合、エリアの分割数も大いに越したことはありませんが、それは緻密な制御技術があるからこそ成立するものです。ソニーの場合、海外でもその制御に定評があり、得意とする部分です。パネルもコントラスト表現に適した VA パネルで、絵作りは自然な色合い、輪郭はくっきりシャープなテイストです。X ワイドアングルは視野角改善の機能です。VA パネルはコントラストに優れる特徴を持ちますが、弱点は視野角で、斜めから見ると色が白っぽく抜けたように見えることがあります。最上位モデルだけの搭載ですが、独自の光学設計により視野角を向上させます。台所で料理をしながらテレビを見るときや、家族で広がって見るときなどは嬉しい機能です。ただ、強い光が反射すると虹色の干渉縞が見えますので、反射するものがないか、あらかじめ設置環境を確認した方がいいでしょう。続いてパナソニックの特徴は Fire TV と Auto AI。 昨年のモデルから全機種独自 OS から Amazon の Fire TV を採用しました。これにより幅広いアプリに対応。Alexa の音声認識を搭載しているので、音声操作・検索ができます。ただ一方で Amazon の FireOS は今後新しい OS である VegaOS に移行していくという流れがありそうです。 FireOS は AndroidOS ベース、一方で VegaOS は Linux ベース。パナソニックが今後どういった動きを取るか気になるところです。すぐに対応しないといけないというわけではない気はしますが、 FireOS 移行時もいくつかの不具合は起きていたので、ユーザーとしては少し心配でしょうか。オート AI は放送や映画など100万を超える映像シーンから AI が学習し、シーン別に最適な画質に調整するというものです。映画のシーンではコントラストを強調したり、スポーツのシーンでは芝生の色を明るく鮮やかに表現します。 AI による高画質化は他社も手掛けており、特徴としてはやや弱めでしょうか。画質は脚色少なめで忠実性重視な絵作りです。続いて TVS レグザの特徴はタイムシフトマシンとレグザインテリジェンス。タイムシフトマシンは同社最大の特徴で、地デジ録番組を数日分録画し続ける機能です。後から好きなシーンだけを好きな時に見れることから、ネット動画を選ぶ感覚で楽しめ、地デジをメインにご覧になられている方から多くの支持を得ています。なお、タイムシフトマシンが非搭載のモデルでも、録画機能は詳細なシーンリストや好みに合わせた自動録画など他社より優れており、追随を許しません。レグザインテリジェンスは Google の生成 AI ジェミニを搭載することで、対話形式でコンテンツ検索が可能になりました。従来はできなかった抽象的な言葉でコンテンツを提案してくれます。画質はコントラスト強調するアレンジが他社より強めに入っている印象で、色鮮やかなテイストです。続いてシャープの特徴は N ブラックパネルと AI オート。N ブラックパネルはパネルの表面に光の屈折率を徐々に変化させる特殊な素材を採用し、外光や周囲のものがテレビに映り込むのを減らします。 AI オートは100万通り以上の映像を学習した AI を活用し、人の顔や空などのオブジェクト情報と映画やドラマなどの放送ジャンル情報を合わせて、色彩や明暗、階調を自動調整します。今年から空間認識が追加され、自然な奥行き感を復元するとしています。絵作りは明るさを強調した派手派手なテイストです。続いてハイセンスの特徴はレグザ踏襲と価格。ハイセンスはもともと画質に定評のあったレグザの映像技術を取り入れ、エンジンチップもレグザと共同開発しています。ただ画質の方向性はややレグザとは異なり、明るく派手なテイスト、差別化ができています。
価格の方も差別化できており、他社よりも圧倒的に安く、コスパに定評があります。比較的安価で大型テレビが買えてしまうことから、画質にそこまでこだわりがないライト層から多くの支持を得ている印象です。続いてサウンド。テレビの上位モデルに搭載されるサウンドシステムは、各社の努力によりテレビの容積からは考えられないほど高音質になりましたが、やはり専用機には遠く及ばないという印象です。特に重低音はパッシブラジエーターで頑張っても、その差は個人的には顕著なので、よりクリアな音や重低音を求めるのであれば、3万円以上のサウンドバーや本格的なホームシアターの導入をお勧めしたいところです。各社サウンド構成のネーミングは様々ですが、構成という点では似ています。ソニー、レグザ、シャープ、ハイセンスは画面下部にメインスピーカー、背面中央付近に低音を担うウーファー、そして画面上部に高音を担うツイーターかフルレンジスピーカーというのが基本構成です。トップにツイーターを搭載する目的は低位感です。一般的なテレビは画面下部にスピーカーが搭載されており、映像の中心点と音の出る位置がずれています。トップツイーターはこの離れてしまった音像を画面の中央に引き上げ、映像から音が聞こえるような違和感のない音声を楽しめます。ソニー、シャープは低位感重視の構成と言えるでしょう。一方、トップスピーカーを搭載した場合は、天井からの音の反射を利用した立体音響を目的としています。レグザ、ハイセンスがこの構成です。実際両社はサイドスピーカーも備えており、視聴者を音で包み込むサラウンドを目指しています。なお、昨年モデルからの変化点としては、レグザがスピーカーを11個から13個に増やし、5.1.2 チャンネル出力に対応。ハイセンスはイネーブルドスピーカーをやめ、一昨年はついていたサイドスピーカーを戻してきました。レグザと同じく 5.1.2 チャンネル出力対応です。パナソニックは昨年からウーファーを新しくしましたが、フルレンジスピーカーにウーファーというシンプルな構成、凝った他社の構成と比較すると見劣りします。続いて価格。各社の55型、65型の現価格を記しています。上が上位モデル、下が中位モデルです。個人的にミニ LED らしさを感じることができるのは中位グレードからと思っています。パネルグレードが残酷なほど価格で変わってくるからです。上位モデルは65型以上のラインナップが多く、この中で言うとソニーが昨年発売されたモデルでもまだダントツで高く、大方予想通りでしょうが、ハイセンスが安めです。中位モデルでも傾向は変わらず、ソニーが圧倒的な高さ、次いでレグザ、そしてハイセンスがさらに安いです。ソニーは中位モデルであっても他社の上位モデルに迫る強気な価格設定です。口コミではレグザ、シャープのコスパを褒める声もありましたが、ハイセンスが最も多く感じました。各モデルの参考価格については概要欄にも記載してありますので、後で参考にしてみてください。続いて口コミです。ソニーは画質を褒める声が多かったです。高コントラストでシャープな絵作りは万人に受け入れやすい画質でファンも多いようです。今年上位モデルの発表はありませんでしたが、昨年モデルでも他社に見劣りしないところはさすがです。それから Android OS 搭載のテレビということで、ネット動画配信サービスが充実していることが好評でした。一方、悪かった意見としては、録画機能が弱く、オートチャプター、早見再生に対応していません。それからテレビからレコーダーへのランダビングにも非対応なのが残念という声がありました。テレビからハードディスクに録画したものは、テレビかハードディスク、どちらかが壊れたら終わりです。保存しておきたい番組があれば、レコーダーに録画をというのがソニーの方針ということです。また、価格も他社よりかなり高めであること。
注意モデルであるブラビア7のサウンドシステムにウーファーがなく、低音の迫力に欠けること、2年前に発表された X90L の後継モデルとして今年発売されたブラビア5でしたが、分割数は384と4倍程度に増えたものの、ピーク輝度が3分の2にグレードダウンしているのが残念という声がありました。続いてパナソニックです。他社には劣るものの、今年分割数を従来比 2.5 倍に強化し、インチラインナップも拡充してきたのがいいという声がありました。昨年モデルは明らかに調整不足感が否めませんでしたので、ようやくここからといったところでしょうか。また番組表の見やすさが賛否両論でした。悪かった意見としては、他社と比べて全体的に特徴が弱いという意見がありました。同社の有機 EL テレビと比べると力のかけ具合も明らかに弱く感じます。それからいろいろなアプリがダウンロードできる Fire TV でしたが、録画の操作感や仕様が変わったようで一部不評でした。従来の録画番組の整理機能やレコーダーとの連携機能を使っている方は一度動作を確認した方がいいかもしれません。またサウンドも3個前のモデルではイネーブルドスピーカーなどがついていて凝った構成でしたので、液晶最上位モデルとしては残念という声が上がっていました。続いて TVS レグザです。画質強化がいいという声がありました。ピーク輝度、エリア分割数など毎年着実に進化しています。それからタイムシフトマシン以外にもユーザーの好みに合わせて自動録画、おすすめするミルコレという機能があり好評でした。番組表も文字の大きさと情報量のバランスがいいという意見が見られました。録画機能においては他社の一歩先を行っている印象です。悪かった意見としては、ソフト不具合で電源を切ると映像設定がリセットされてしまうことがあるという声や、おすすめ自動録画されたドラマなどは続けてアクセスできるように一覧でまとまっていてほしいといった意見がありました。次にシャープです。ソニーと同じく Android OS 搭載でさまざまなアプリをインストールでき、サービスが充実していると好評でした。またソニーではなかったオートチャプターや早見再生があったりと、ある程度録画機能も充実しています。それから番組再生時に一緒に記録された情報エリアを再生時はカットする L 字カット再生がユニークという声がありました。昨年は同時録画番組数を1番組だけにする変更がされましたが、不評だったのか今年は元に戻してきました。悪かった意見としては、派手めなテイストの画質でいいという声がある一方、赤が強すぎる、白っぽい、画質調整がしにくいといった声もありました。それからリモコンの応答が遅い、チャンネル切り替えの時間が気になるといった声がありました。続いてハイセンス。なんといってもコスパを褒める声が圧倒的に多かったです。それからメーカー保証も3年で長いと好評でした。何もつけないと1年のところが多いです。画質は他社を凌駕しているわけではありませんが、価格ほどの差は感じない方も多く、それが購入動機となっています。番組表やメニューもレグザに似ており、ユーザーに受け入れられやすい印象です。悪かった意見としては、レグザにはある録画の30秒送り、10秒戻しのスキップ機能が欲しいという声や、展示している量販店が限られているのか、実物を見たいけどなかなか見つからないという声がありました。なお、これはレグザも同様ですが、連ドラした番組が録画できないケースがあった場合は、取説にあるように1回限りのキーワード、第〇〇話や新放送といった追跡キーワードを消しておくと正しく録画できるようです。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。昨年集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。
今年は少し差が開いたでしょうか。今回は誤差範囲ですが TVS レグザ次いでソニーの点数が高かったです。 TVS レグザは機能と価格のバランスがよく人気。ソニーは他社より価格が高いものの検討しています。前回トップだったハイセンスはこの位置、十分高い点数です。パナソニックはやはり有機 EL に力を入れていることもあり横ばい。一方、今回点数を落としたシャープは昨年モデルの録画番組数の削減や価格バリューがハイセンスに押され気味ということもあり4点をつける人が多かった印象。参考にしてみてください。一言まとめ。画質に定評があり録画機能にそこまでこだわらない方はソニー、明るく派手めなテイストが好みの方はシャープ、 Amazon 協力のもと FireTVOS 搭載テレビに魅力を感じた方はパナソニック、録画機能も画質も撮りたいという方はレグザ。圧倒的に価格が安いものの基本性能はしっかりしている、そんなコスパテレビをお探しであればハイセンスが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつお店で最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたらぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。